信康の西郷。どうする家康に学ぶ日本史。なぜ家康は信康を逃そうとしたのか。松平信康が逃亡してくれることを父親の徳川家康は願ったが、信康は逃げることを清しとはせず、21歳の若さで切腹して果てた。なぜ家康は信康を逃そうとしたのだろうか。信康の最後を詳しく見ていこう。1579年天正7年8月29日、瀬名は現在の浜松市である遠江の国淵郡富塚で自害したとも、家康家臣に殺害されたとも言われている。家康は岡崎城にいた信康を大浜城に移すと、遠江の堀江城へ、さらに二俣城に移動させている。なんとか信康の命だけは救いたい家康は、移動の隙を見て信康が逃げることを願っていたと言われている。しかし信康は逃亡を良しとせず、武士らしく堂々と振る舞った。9月15日、二俣城では信康の介錯に服部半蔵、検視役には天方道綱が立ち会った。ところが日頃から信康と親しんできた半蔵は涙で前が見えずに介錯を天方道綱に代わってもらったという。松平信康は見事切腹して21歳という短い生涯を閉じている。信康の死宮は舅である織田信長のもとに送られ、その後若宮八幡宮に葬られている。松平信康が自尽した理由にはさまざまな説が現在までに論じられてきた。信康と瀬名が武田勝頼に内通したため、織田信長が家康に処刑を言い渡したとする武田内通説。信康があまりに優秀な後継者に育ったため、信長が危険を感じて無実の信康を切腹に追い込んだとする信長謀略説などが主な説である。どちらも少々極端な説のように思えるので、実際はちょうどその中間のように推移したのではと考えられる。つまり上記2つの説を足して2で割ったような次のような状況が現実だったと思われる。信康と瀬名は武田勝頼が流した流言によって武田への内通を疑われた。信長は信康の優秀さに危険を感じていたため、流言と知りつつそれを理由に信康と瀬名を処刑させた。以上が現実に行われたストーリーに近いように私には思える。近年では信康と家康は不仲であったため、家康が自ら信長に願い出て信康の処刑を実施したという不死不仲説が支持されているようである。しかし家康が信康を逃そうとしたり、関ヶ原の合戦の時に家康が信康が生きていればと周囲に漏らしていることから、不死不仲説を私はあまり支持しない。家康は信康を救うためにさまざまな手を打ったようだが、最後は大事な跡取り息子を失ってしまうのである。その後悔は家康に一生涯つきまとったに違いない。家康の言葉
だと言われているものに、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし急ぐべからずというものがある。信康と瀬名の死後、家康の生き方は大きく変わっている。多くの側室を囲い入れて子作りに没頭するのである。徳川家康は生涯に17人の側室に11男5女を産ませたと言われている。私にはかけがえのない信康と瀬名を失った悲しみの反動が家康をこうした行動に駆り立てたように思えてならないのである。